腎臓大部分損傷。この人は、心臓が破裂。なかなか面白い事案ですね。あ、すみません。うっかり気づきませんでした。あなたが今日入ってくる新人さんですか？よろしくお願いします。私は解剖員マヨナと申します。はい。名前は覚えています。趣味も真夜中さんですよね。休日はワンちゃんと公園に遊びに行くのが趣味と書いてありました。血液型は A 型。出身校は日本解剖学大学。私の卒業したところと同じですね。はい。覚えました。私は一目見ただけで覚えてしまうので。ところで、真夜中さんの日本解剖学テスト、略して NKT のテストの点数は何点でしたか？625点でしたか。私よりも300点低いですね。まあ大丈夫です。ここの解剖施設では NKT で習った知識など一切必要ありません。ここではここのルールに従って解剖していただきます。はい。あなたに必要なのはその情を捨てることですね。ここで働く上でその情というのはすごく厄介なものになるでしょう。早速ですが、最近なかなか忙しくて、こうして新人の方とお話しする時間もゆっくり取れず、大変申し訳ないのですが、早速、一つ目の解剖をしていきたいと思います。よろしいですか？まあ、解剖学を専攻されるぐらいですから、多少のグロテスクのものは慣れていると思いますが、ここではもう少し手洗いというか、まあ、普通の解剖医の方でしたら少し引いてしまうかもしれません。それでも、ここで働ける自信と覚悟はありますか？わかりました。それでは、そんなあなたを試させていただきます。それでは、1体目の死体がある部屋へ移動してください。それでは、早速やっていきましょう。真夜中さんが、この解剖施設で一番最初に解剖する死体は、この方です。この方は34歳会社員、結婚歴7年目のごくごく普通のサラリーマンでした。しかし、自宅のトイレで倒れているところを、妻、32歳に発見されて運ばれてきました。病院に搬送された頃にはもうすでに息はなく、亡くなっていました。この二人の夫婦仲は3年前ほどから仲が悪く、離婚協定中だったらしいです。なので、死亡解放後の旦那さんの遺体はどうなっても構わないと奥様から伝言を受けています。この施設では司法解剖後の遺体がすぐに火葬されるため、その死体の現状を回復することなく、そのまま焼却することができるのが特徴です。覚えましたか？なので、この旦那さんの遺体も、どうしてもいいということです。そのような背景もあり、この男性の死亡原因には今、事件か事故か、二つの可能性が秘められていると考えられています。よって、奥様は今、殺人の容疑をかけられている最中なのです。そういった経緯があり、この施設にこの男性が運ばれてきて、
司法解剖をすることになりました。では話はそれくらいにして、早速司法解剖をしていきましょう。まずは外傷を調べていきます。この死体にどれだけの外傷があるかどうか。外傷がなかった場合、内傷が考えられます。一番考えられるのは、毒殺でしょうね。なので、胃袋の中を割ってみていくことになるでしょう。真夜中さんもやりますか？見ていますか？そうですね。初回ですから、私がやりましょう。メモを取って見ていてくださいね。まずは、死体の外傷を見ていきます。顔には特に傷なしと。殴られたような形跡もありませんね。鼻の下にちょっとした切り傷あり。あ、真夜中さんは、そこの司法解剖メモにメモしてください。それを提出しなければいけないので、お願いします。そうですね。鼻の下に傷があり。でもこれは、おそらく、カミソリによるものでしょう。この男性が発見されたのは朝方だったと言いますから、出勤前の髭剃りで顔を切ってしまったのでしょうね。顔の損傷はそれくらいですね。見学をさせといて申し訳ないのですが、この作業、私あんまり好きではないんです。私が右側を見ますので、真夜中さんは左側の損傷を見てください。頭皮にも異常なしと。耳にも異常はありませんね。首元。体にも異常なしですね。腕も問題ないでしょう。足、もも、すね。つま先まで問題ありません。どうでしょうか？ありがとうございます。左側も損傷なしですね。それでは先に進みましょう。この男性をひっくり返します。背中も異常ないですね。やはり外傷は見当たらず、これで奥さんの暴力行為がないことが証明されたと思いますが、内傷を見てみなければわかりませんね。それでは元に戻して、早速、切り刻んでいきましょう。どうしましたか、真夜中さん。切り刻むという言い方は、少々この場にはふさわしくなかったかもしれませんね。失礼しました。私の自己紹介をきちんとしていなかったですね。私も真夜中さんと同じ大学を卒業しています。2歳上ですかね。ここに勤務しては2年目になりますが、チーフとして昇格していますので、そこのところよろしくお願いいたします。そんなこんなで新人である真夜中さんを見なくてはなりません。ちなみに私の趣味は鶏肉を切ることです。改めてよろしくお願いします。ちなみに私はすべての仕事を1週間で覚えましたので、真夜中さんもそのつもりでよろしくお願いします。それではお腹を切り刻んでいきましょう。胃を調べる必要があるので、
の瞬間がたまらなく好きですね。解剖医になりたい方なんて相当変わっていますから、きっと真夜中さんもこういうのがお好きなんでしょう。人を切ること。でも、これを法律の中でやってしまうと捕まってしまいますので、どうやって合法的に、そして人からも尊敬されるような仕事でできるのか考えた結果、私は解剖医がありました。この仕事があって本当に良かった。私にとっては天職です。切れましたね。それでは、胃袋を切っていきましょう。胃袋を切る前に、肋骨が邪魔ですね。でもこの遺体どうなっても構わないということなので、かち割っていきましょう。そうですね。上から、1、2、3、4本目から割っていきましょうか。たまらないですね。この人の肋骨はなかなか硬いですね。いつもはもう少し弱い人をやっているので、破片が内臓に飛び出てしまいました。取っていきましょう。では続きですね。肋骨をあと2本折りましょう。どうしたのですか、真夜中さん。もしかして具合悪いですか？顔色が悪いです。もしかして、真夜中さんって興奮すると顔が真っ青になるタイプですか？違いましたか？失礼しました。こうやって合法的に人の中身を知ることができるのですから。天職です。肋骨が取れました。それでは胃袋を開封していきましょう。ハサミでいいですかね。あ、真夜中さん、知ってると思いますが、胃袋を切るとかなり強烈な匂いがあたりに立ち込めますので気をつけてくださいね。それでは切っていきます。
よいしょと。美しいですね。そうですね。潰したくなりますね。おっと、いけない。つい夢中になっちゃいました。取り乱してしまいました。つい、人の内臓を見ると興奮してしまうんです。危ないですね。まあ私は人の肉を切るのが鶏肉を切るよりも好きですけど。この人の胃袋の中を調べます。真夜中さん、瓶を取ってください。そこにある瓶です。はい。ありがとうございます。この瓶をこの人の胃袋に垂らすと、そこに毒物があるかどうか調べることができます。なので、先ほど胃袋の中に入っているものをぐちゃぐちゃに混ぜました。混ぜることでより均一的に調べることができます。これはここの司法解剖施設で特別に作られた特別な化学製品です。他では扱ってないので NKT で勉強した内容とは違うでしょうね。まああなたもこれから勉強していけばわかることですから。それでは、この遺体の胃袋にこの液体をかけていきましょう。これで10分ほど待機すれば色が紫色に変わります。紫色に変わった場合、毒物混入の可能性がある。色が変わらなかった場合は毒物混入の可能性はゼロと考えていいでしょう。この10分の間に奥様の運命が変わると思うとドキドキしますね。真夜中さん、大丈夫ですか？まあ無理もありませんね。これで32人目の新人生ですが、皆さん気絶されますから。解剖医を目指しているのに、司法解剖を目の前にすると倒れるなんて非常に情けないです。誰か、私のような心の強い解剖大好きマンが現れないでしょうかね。アシスタントの吉田くん、真夜中さんを医務室へ連れて行ってあげてください。彼も本日限りでクビでしょう。せっかく教えたこの時間も無駄になってしまいますね。
早く新人が見つかるように、また求人サイトに急募しなければなりませんね。どこかにいい人はいないでしょうか。